はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報の方を共有していきたいと思います。フレアネットワークスですね、本日、無事ですね、メインネットの方がローンチされました。テレグラムグループの方でですね、ヒューゴ CEO の方が、こんにちは、世界よということですね、皆さんに呼びかけしておりまして、で、公式ツイッターの方にもね、フレアは現在打ち上げられ、観測モードになっていますということで、URL もね、添付して、投稿の方をツイートされてました。で、これから、8週間のですね、観測モード、観察モードというものに、メインネットの方が入りまして、この期間にね、何か問題がなければ、おそらくね、8週間後に、スパークトークンの配布といった流れになるかと思います。で、何か問題が生じた場合は、ロールバックっていうのがね、発生する可能性もありまして、そうするとまた戻ってしまうので、もうちょっとね、8週間伸びてしまうって可能性もなくはないっていうところで、以前の方ね、配信の方をしておりました。で、スパークトークン、配布されましたら、最初は 15% になりますが、その後はね、分割配布ということになりますが、今ですね、ガバナンス投票によって FTSO のデリゲートをしないともらえないっていう話もありますので、そちらもね、今回また情報の方を追記しましたので、そちらもね、紹介の方をしていきたいと思います。ぜひですね、最後までご視聴いただければ幸いです。はい、ではやっていきたいと思います。7月13日、昨日ですね、配分案、分配をね、のガバナンス投票のね、案はいつから始まるんですかとか、参加者は誰ですか、配分の提案に参加することはできますかという質問されてまして、一応コミュニティの方ですね、答えられてます。ガバナンスの提案については、準備が整い次第、フレアネットワークスの立ち上げ後に発表される予定ですということで、ですので、本日ね、ローンチされましたので、今後ね、発表があるかと思います。失礼しました。で、WFLR の保有者は参加者となります。WFLR っていうのはスパークトークンをラップしたトークンですね。それを持っている方は保有者は参加者となりますっていうことで、で、その中でフレア財団は除きますということですね。ですので、フレアの財団が投票に参加することはないと。あくまでもコミュニティといった流れになります。で、あと、ビットルーでね、IOU を売ったのですが、残りの 85% は手に入らないということですかということで、IOU というのは、まあ、債券みたいなもんですね。取引所が、本物のね、トークンと交換するって約束したものが IOU のトークンになります。で、このね、提案が受理された場合のみ、それがね、行われるということで、しかし私たちは IOU、借用書についてのアドバイスはしてませんので、そのような方法を取りたいのであれば、ビットルーにね、条件を確認する必要がありますということで、取引所にね、どうなるのかっていうのを聞いてくださいということで、デリゲートね、しないとダメっていうところが今話がありますが、ビットルーでね、デリゲートを提供するのかっていうところがまず問題になってきます。IOU の方はね、メインネットローンチで、トークンを配布するところになったら多分、本物のね、トークン FLR と交換になるとかと思いますが、それがデリゲートできる状態になっているのかっていうのをね、取引所によく確認する必要があります。あと、ビットルーとか、あと、ポルニックスとかもそうですかね。そういったところで、だから取引所と、まあ、デリゲートの問題がありますんで、プロジェクトの方とね、あと取引所の方、両方確認していく必要があるかと思います。僕の方でまた分かりましたらね、動画の撮っていきたいと思います。はい、で、あと、7月13日ね、昨日同様、CX、取引所から、さらに FLR を購入してデリゲートした場合、購入した FLR の 85% を受け取る権利がありますかということで、スナップショットにね、XRP のスナップショットに参加してなくても FLR をね、15% 先に購入してデリゲートした場合どうなんですかっていう質問に対して、最初の 15% からさらにね、購入してそれをデリゲートする場合ははいと。で、上記のメッセージに加え、それはその後の毎月のエアドロップの前に行う必要があるということですね。分割配布ですね。最初の 15% 配布してから、その次からね、分割配布になるんですが、その前に15% 購入していくと。ね、それに対して、それをデリゲートしていくことに対して、それは達成されるっていうことになっております。またね、詳細出るかと思います。はい、で、IOE を売却し、今度は取引所から買い戻すとどうなるんでしょうか。また似たような質問ですね。最初の毎月の分割配布の前に取得した場合は多かれ少なかれっていうことですね。すべてをデリゲートして、毎月の金額をデリゲートして、36ヶ月以上売らなければ、まあね、それをまたエアドロップされるといった流れになるかと思います。はい、で、あと、もし、100K の、IOUFLR を、買ってデリゲートしたら 100K の 85% を受け取ることになるのでしょうかということですね。ガバナンス提案が受け入れられた場合。
もっと単純にということで、ある人が最初に 15FLR を購入して、購入またはスナップショットからの受け取りですね。で、すべての毎月の各デリゲート分、各エアドロップ分をデリゲートすると。そうすると3年後には約 100FLR になるということですので、最初もらった 15% をデリゲートして、なおかつそれから発生するね、今後の分割で発生するエアドロップ分っていうのも毎月デリゲートしてくると満額ね 100% もらえるといった流れになります。はい、で、デリゲートして、FTSO の報酬を売り払ったとすると、それまで受け取っていたフレアよりもはるかに多くのフレアを手にすることになるかもしれませんということで、これは公式ツイッター、ヒューゴ CEO のね、ツイッターの方から抜粋させていただきました。デリゲートして FTSO の報酬を売り払ったとすると、それまでね、はるかにもらうことになりますって。で、他の人が何人デリゲートしているかにもよりますが、ガバナンスを手ではだいたい2から3倍以上になることもありえますということで、要はデリゲートした場合ね、エアドロップの条件としてデリゲートが必要なんですが、それはエアドロップは普通にもらってね、毎月全部デリゲートしたら、満額 100% 手に入るんですが、それとは別にデリゲートすると FTSO 報酬っていうのをもらえるんですよ。それはスパークトークンでもらえることになるんですが、それもどんどんね、全部デリゲート全部したとしたら2から3倍以上になりますっていうようなね、こともありえますということで、COC のね、配信をされてました。だから何人がね、デリゲートしてるかっていうのにもよるから、必ずしもね、2から3倍になるっていうのは保証はないんですけど、FTSO の報酬ももらえるということはね、頭に置いといていいかと思います。で、あと誰かが自分のトークンを売った場合、買い手は分配の分け前を受けるためにそれをデリゲートすることができますということで、これもヒューゴ CEO からね、ツイッターから抜粋させていただきました。ガバナンスの提案では 85% は FTSO を通じてデリゲートした人に、エアドロップされますと。したがって誰かがもうね、売っちゃうと、デリゲートしないで自分のトークンを売った場合、それを買い手はね、分配の分け前を受け取るためにそれをデリゲートすることができます。要するに誰かが売ったらそれを売ったトークンを買っちゃえば、買ってデリゲートすればその人が今度もらえるようになるっていうことですね。ですのでスナップショットを迎えられている方は最初 15% もらえるので、もうその 15% デリゲートしていけば 100% までいきますが、新規ね、スナップショットを参加してなかった方は最初の 15% 分ないしはね、何%か買ってデリゲートをしてね、100% もらうっていう流れになりますので、途中参加の方はちょっとね、最初買わなきゃいけないっていうところですね。はい、ですね、コミュニティの方、FLR ガバナンスを提案ということ、これはね、公式ではなくて、テレグラムのグループは公式なんですが、一応前段階でね、質問がもうすごいんで、もう簡易的にね、コミュニティのね、リーダーの方をまとめております。そちらをね、公開させていただきます。コミュニティは提案についてもっと知りたがってますと、まだ公開されてないことをね、正式なガバナンス提案というのはまだ公開されてないので注意してくださいって混乱を解消するために次に、ね、まとめましたということで、まず1が、これは単なる提案であり、コミュニティは今後、後半または来年初めにね、WFR、ラップしたスパークトークンを使用してガバナンスを介して投票する機会があると。で、提案を有効にするには、この投票で、承認されなきゃいけないっていうところですね。あと2つ目が提案は投票が開始されるかなり前に公開され十分な時間をかけて検討できますということですので、実際に投票が始まるだいぶ前にね、多分もうローンチされた直後、だからそろそろ発表があるかと思います。ですのでそれから十分検討して、投票に備えてくださいっていうところですね。で、3つ目が、適格な参加者は2020年12月12日に XRP が開催されたプラットフォーム取引所、または自己保管ウォレットから最初の 15% のエアドロップを受け取ります。これは全然変わりませんということで、これは皆さん知っている情報になります。で、この提案により、参加者がもともと XRP を取引所で保有していた場合、参加者が自己管理方法を、利用しやすくなり、残りの 85% 毎月の分配で受け取ることができます。これ何かと言いますと、取引所で持ってた人はデリゲートしないと残りね、85% もらえないので、おそらく自己ウォレットの方に、スパークトークン引き出してね、そこからデリゲートするっていう流れになりますので、自己ウォレットをね、自己ウォレットをみんな持つようになると。で、そうした場合は、安全にというか、取引所がね、今後3年間ね、36ヶ月間、運営続けてるっていうね、可能性がないこともあるので、自己ウォレットで持ってた方がね、安全性が高いっていうのは、ヒューゴ CEO のね、対談動画などで話されてましたが、そういった意味になるかと思います。
で、残りの85% を受信するには、ネットワーク上の FTS オープンデータプロバイダーに、FLR、WFLR のラッピングとデリゲートの要件が提案されてますということで、だからこれがデリゲートしないともらえないっていった話になります。で、デリゲートは、ソングバードカナリアネットで SGB を使用する場合と同様に、いくつかの変更を加えて同様に機能します。ガイドのデリゲートに慣れてない方は、この投稿の下部にありますって URL ありますが、一応 SGB の方もデリゲートが始まってね、SGB を受け取るといったものサービスはもう提供されてまして、僕の方で動画も撮っておりますが、フレアでデリゲート始まりましたら、またね、僕の方でまた解説とか撮っていきたいと思います。で、毎月の割り当てはネットワーク上でデリゲートされた合計金額と比較して、保有量に比例して、デリゲート者に約 2.5% 増分で支払われますということですので、これエアドロップと FTSO のデリゲート報酬というのは別になりますので、これは、デリゲートされた合計金額と比較してと言ってますので、ちょっとね、どっちの話なのかわからないですが、2.5% ね、エアドロップ分なのか、デリゲート報酬なのかということで、それぐらいもらえることで支払うことがされますと。で、参加者は新たに取得した FLR を引き続き追加ラップ、デリゲートしてエアドロップ補助の金額を増やすことができますということで、ですので、新規にね、参加者は FLR をさらにどんどん追加してね、ラップしてデリゲートして増やすことができますよと。で、9つ目が、デリゲートされた残高を観察するために30日後、ごとに、いくつかのスナップショットが作成されますと言って、これでね、エアドロップの仕組みが成り立つようですね。1ヶ月に1回ね、ランダムになるのか、固定されるのか分かりませんが、残高をね、スナップショットを取ってくると。デリゲートされていくらデリゲートされているかってでそのデリゲートをもとにエアドロップが決まりますので、それを見てですねシステムが払うといった流れになります。で、10個目がエアドロップ報酬プールは固定されて FTASO インフレ報酬とは別のものですということで、報酬プールと FTASO とインフレ報酬とは別のものになりますよと。で、あと11個目が提案が通過すると、エアドロップ報酬プールの全額が36ヶ月の期間にわたって分配されますということで、これはね、当初からの予定になります。で、FLR の配布は9月頃まで開始される前で、現在は何もする必要はありませんということで、観測モードね、終わってからスパークトークンの配布になりますので、今はね、やることはないということですね。これはコミュニティの方で結構質問ありましたんで、記載があるのかと思います。ではお待ちいただいてありがとうございますということで、ね、解説をされてます。はい、続いて、この提案はもし受け入れられれば、これ本日ですね、参加者がエアドロップを信頼性の低い取引所から自己管理ウォレットにね、移行するものを支援するものです。これ先ほども言った話ですね。要は自己ウォレットを使ってほしいってことですね。取引所じゃなくて。FTS にデリゲートすることになりますので、ウォレットの方にね、皆さん使うようになりますと。それによってネットワークの参加者が増加しますと。で、参加者が増えれば FTSO ね、デリゲートを使ったり、あと F アセット、レイヤー契機などのコアプロトコルのストレステストに役立ちて、デフレアがネットワークを改善最適化できるようになりますということ。要は参加者が増えるんで、F アセットとかもね、今後のサービスが使えるようになると思いますので、そうすると、ネットワークね、参加者が増えれば増えるほどね、より良いものにね、皆さん動いていきますので、改善とかつながりますよね。で、そのネットワークが成長と実用化によって、フレアのね、さらに開発者がもっと集まってきて、新しい革新的なね製品を作ることができてフレアが成長していきますっていうね、そういった流れをねプロジェクトの方は考えているといったことになります。あと財団を提案に投票するのでしょうかということで、これは非護収容が直接答えられてて、財団は決して投票することができませんということ、コミュニティ主導だっていうことですね。で、あとは今回ね、メインネットワークのローンチの情報になります。はい、ですので、またね、今ローンチされましたら、まずはここまでですよね。とりあえずローンチして、問題なくね、観測モードが終われば、これからどんどんね、F アセットとかデリゲートとかね、さまざまなF アセットもそうですね、いろんなものが展開されていくことが予想されますので、やっとね、進んでいくっていう形になるかと思います。で、あと皆さん気にしてるのは、そのエアドロップですね。もともとはね、15% と、で、あとは 3% ね、分割配布っていう話だったんですが、そのガバナンス提案が行われて、そのね、デリゲートしないとダメだっていうところになってくるかと思います。ですので、もう 15% ね、売ってね、毎月 3% 売ってって考えてた人は、売れないからね、要は15%、売れないってことはないですね。売っちゃって 15% で換金して終わり
っていう方はいいかと思いますがね、85% 残りね、もらえなくなっちゃうんで、さすがにね、ちょっと厳しいかと思います。ですので、売れないっていう状況が続くことになるので、それをね、どう捉えるかですね。売らないから、デリゲートしないとって思うのか、それとも、デリゲートしたらね、エアドロップの報酬と、あとデリゲートの報酬ももらえるようになりますので、それをね、いいなと思って、長期で考えている方はね、36ヶ月、3年間待って、もっとね、たくさんの報酬をね、もらうっていう考えもあるかと思いますが、3年後っていうなると、また暗号通貨どうなってるか分かりませんので、そちらもね、加味して考えていく必要はあるかと思います。ただね、これはまだ決定した事項ではないので、ガバナンス投票ね、まずガバナンス提案の内容が公開されて、それを見た上でコミュニティが、自分のね WFRL にアップして投票して、それ可決されればそれが通るんで、可決しなければまた別の案っていうのが出てくる可能性もありますので、そちらでまだね今考えることではないのかなと思っております。はい、でね、早速ローンチしたので、今後もね、バンバン情報出てくるかと思いますので、僕の方でねこまめにまとめて配信していきたいと思いますので、またね見ていただければ幸いです。はい、じゃあ今回はね、フレアネットワークス無事メインネットローンチしました、というね動画の方配信の方させていただきました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。